こんにちは。今回はこちらのガマ口を編んでいきたいと思います。こちらの糸はこのセリアさんの羊ちゃんナチュラルの中細の糸なんですけど、この、薄茶色の糸は半玉ぐらい使用しました。で、ここのリフ編みが、4分の1玉ぐらい使ったのかな。この縁が焦げ茶で少々使いました。全部、中細タイプの色違いで編んでいます。配色を変えてこんな感じで編んでみました。これは、ここの焦げ茶の部分を1段増やしただけです。配色は、1段増やしたんですけど、全体の段数は変わっていません。なのでこの、オフホワイトの糸を1段減らして焦げ茶を1段足しています。こちらもオフホワイトの段を1つ減らして焦げ茶にしています。こういうはっきりした縁の配色でもいいし、1段のこの控えめな配色でもどちらでもいいと思います。幅はだいたい 6.5 センチの小さなサイズのガマ口です。で、サイズなんですけど、だいたいそこは直径が7センチぐらいで、ここのリフ編みの部分の幅を入れると9センチぐらいになります。でこの高さもだいたい9センチから10センチぐらいです。この重さは 30g で軽いものになります。このガマ口が 15g ぐらいあるので、この毛糸はほんと 15g、 半分の 15g でできています。中は、裏地はつけていません。ちょっと綿が入ってるんですけど、こんな感じで小物を入れたり、飴玉でも入れたり持ち歩けるかなと思います。ではご紹介していきます。かぎ針は2号針を使用します。はい、6目ずつ目を増やして8段編んできました。そしたらだいたい幅が 6.5 センチ弱で、この、だいたいここの幅は同じなんですけど、ちょっとこちらの幅は短い感じになっています。編み進めていくと、目が広がるので、このぐらいで、増し目は終わります。そしたら、しばらく増し目なく細編みで編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目から細編みを1目ずつ編んでいきます。9段目の
最後の目に来ました。48目編んだら、最初の目に針を入れて糸を引き出して、これで9段目が終わります。そしたらまた立ち上がり鎖1目編んで、また増し目なく細編みを1目の中に1目ずつ編み入れていきます。11段48目編んできたら、最後糸を引き抜く時に、配色を変えるので、こちらのこげ茶の糸を持って小指で糸を持って、最初の目にこのこげ茶の方で糸を引き抜きます。はい、そしたら、立ち上がり鎖1目編んで、この、薄茶色の目は休めといて、このこげ茶の方で細編みを編んでいきます。その時にこの糸端も一緒に編みくるんでいきます。これで1段、細編み48目編んでいってください。はい、そしたら1周ぐるっと48目細編みを編んできました。そしたらこの糸を引き抜く時に、今度はオフホワイトの糸で糸を引き抜きます。その時にここでリフ編みを編むので、そのまま、糸を残してもいいですし、ここのところで糸を一回始末して、編み地にこちらの配色は縫い付けて、また新たに糸端をつける形で、編んでいってもいいと思います。ここで糸をカットするやり方でやっていきます。はい、この糸は2本カットして、ここから新しく白いオフホワイトの糸をつけて編んでいきます。小指で、右手の小指で白い糸を持って糸を引き抜きます。はい、そしたらちょっと糸端を引っ張って絞って、立ち上がりの鎖を1目編んで伸ばして、最初の目に3回中長の未完成を編みます。1、2、3。そしたら2目飛ばして、この目に3回中長の未完成を編みます。3。そしたらここの糸を持って、これを一気に引き抜きます。
そしたらこの持ってたの目を通してまた糸を引き抜きます。そしたら緩まないようにここで一回鎖を編みます。そしたらまた糸を引っ張って今度はここの今引き抜いたところのこの穴のところに針を通してまた中長の未完成を3目編みます。次はこの編み地のこの先未完成を編んだところの目に針を入れて3回未完成を編みます。そしたら今度2目飛ばしてここの目に未完成を3回編みます。これで針に3つ編みました。そしたらまたここの糸を押さえてから一気に引き抜きます。そして押さえてたここの穴に針を通して引き抜きます。そして緩まないように鎖を1目そしたら今のこの編み方を繰り返します。糸を引っ張ってからこの、引き抜いたところの目に側に針を入れて3回未完成を編みます。次にこちらの目に同じ目に針を入れて3回編みます。次に2目飛ばして3回編みます。3つできたらここの糸を押さえて引き抜きます。そしたらこの押さえたところのこの糸に針を通して引き抜きます。そしたら一回鎖を編んでこれで一つまた出来上がりました。繰り返していきます。1、2、3、2つ飛ばして1、2、3、そしたら押さえて一気に引き抜きます。そしてここに通して引き抜いて鎖を編んで出来上がり。はい、ぐるっと編んできて最後のあと2目余ってる状態のとこまで来ました。そしたら一回ちょっとこの糸端の
始末をします。これが一番最初の編み出しの糸端なんですけど、これは編みくるんできたので、これはカットします。ここの、茶色焦げ茶を一段入れたこの最初の糸端も編みくるんだのでカットします。で、この薄茶色のここの段の最後の、糸端はこの編み地に縫い付けていきます。表に響かないようにこのように目を戻る感じで編み地に刺しながら縫い付けてカットします。この、焦げ茶の最初の目の糸端はちょっと引っ張って目を緩まないように引っ張ってから、この横に行きながらこの焦げ茶のところに縫い付けてカットします。この、オフホワイトの糸端も、白いところ、この、適当でいいんですけど、こんな感じでちょっと戻る感じでこうやって縫い付けたらカットします。はい、そしたら表に返してはい、最後のところもまた、ここの3つまとめたところの目のようにまた3回編んで、こちらを3回編んで、今度こちらの最初の花びらのこちらの目に針を入れて3回、そしたらここの、最初の2目一度編んだここのところにも針を入れて3回未完成を編みます。はい、これで4つつながったらここ糸端を押さえてぐーっと一気に引いて、この輪に糸を引き抜いて鎖を編んで
これで1段終わりました。そしたら2段目はまたぐっと糸を引き出して3回中長の途中を編んで、今度はこちらの目に針を入れて中長を3回で、2つできたらここを押さえて一気に引き抜いて、引き抜いたら2回にします。もう1回中長を3回編んで、こちらも中長をぐっと引っ張って3回編んだら一気に引き抜きます。ここに通して引き抜いたら3回じゃない、そのまま2回鎖を編んで、そのまま中長を3回編む。1回ここでぐっと引っ張って3回編んで、2つついたら一気に引き抜きます。でここでまた引き抜いて、そしたら2回鎖を編んで、このように編んでいきます。1、2、3、1、2、3たらぐーっとこちらまで引き抜いて、ちょっと糸が割れちゃったかな。割れちゃったな。はい、引き抜いて、ここを忘れずに通して、で鎖を2つこのように繰り返していきます。はい、そしたら2段目の最後に来ました。鎖を2目編んで、中長の途中を未完成を3回編んだら、ここも2段目の最初のところのこちらの目に針を入れて未完成を編みます。そしたらまた、押さえながら糸を引き抜いて、のところに針を通して引き抜きます。はい、そしたら最後も鎖2目編んで、そしたら最初のこの2目一度下この目のところに糸を引き抜くんですけど、この時にまたこの焦げ茶の糸で、1段細編みを編んでいきたいと思うので、こちらの焦げ茶を小指で持って、でこの2目一度したところの目に針を入れて糸を引き抜きます。そしたらこの
オフホワイトの糸を引っ張って引き締めてから細編みを立ち上がりの鎖を1目編みます。はい、そしたらこの2目一度、前段の2目一度したところの目に針を入れて細編みを編みます。その時にこの糸端も入れて編んでいきます。はい、そしたら今度はこの鎖2目編んだところのこちらに細編みを2目編み入れます。1、2、次はこの2目一度編んだところの目に針を入れて細編み、次はこの鎖2目編んだところに細編みを2目、次はこの2目一度編んだところに細編み、これを繰り返していきます。1、2、はい、そしたらこの糸端はもう入れなくていいと思います。繰り返し1段編んでいきます。はい、このように、最後も鎖のところに2目細編みを編み入れたら最初のこの目に糸を引き抜くんですけど、この時にまた、こちらの、最初に編み始めたこちらの、薄茶色の糸に変えて、糸を引き抜きます。この茶色の糸端は後ろの方に右手の小指で持って、この、薄茶色の糸も右手の小指で持ってこのように糸を引き抜きます。はい、そしたら糸端を引っ張ってで、立ち上がりの鎖1目編んだら最初の目に針を入れてこの糸端2本を編みくるんで細編みを編みます。はい、次の目も普通に細編み、ずっと増し目はないので細編みをこの糸端をしばらく一緒に編みくるみながら進んでいきます。で、10目ぐらい一緒に糸端を編みくるんだらもう入れなくてもいいです。はい、糸端を外して普通に細編みを編んでいきます。でもうこの糸端は編みくるんだのでカットして
いいです。この前の糸端も編みくるんだので一緒にカットしちゃいます。はい。そしたらしばらくこの糸で段を進めていきます。はい、そしたら123456789101112この薄茶色で12段編んできたところで、終わりたいと思います。最初の目に針を入れて糸を引き抜いてと自分だけ残して糸をカットします。そしたらとじ針で内側に糸を始末します。このように、少し針を戻しながら縦に縫い付けていきます。このぐらいでカットします。はい。そしたらこれで出来上がりました。一応この、長さはこのガマ口のちょうど隠れるぐらいで編み終えました。そしたら裏地はつけないでちょっと地厚になったので裏地をつけずにガマ口をつけたいと思います。セリアさんの、ガマ口の中に、この紐とこのガマ口が入っていて、あと用意するものが爪楊枝、目打ちっていうんですかね、この先の尖った、工具ですけど、これとボンドとあと糸印に、毛糸で糸印をつけるときにちょっとかぎ針が必要で、こちらカットするときにハサミが必要になります。あと最後に、ガマ口を締めるので、ペンチと当て布を用意します。はい、ではここが、立ち上がりの、線になるのでここを、後ろの真ん中にしたいと思います。だいたいこのように真ん中に来るように折ってここのサイドに糸印をします。このように、すぐに取れやすいようにこの、目の頭のところにこのように印をつけておきます。そしたら、このガマ口のこの溝のところにボンドを、流し込んでいきます。ある程度流し込んだら
この爪楊枝でこう広げるように、塗っていきます。で反対側も同じようにつけていきます。そしたらガマ口をつけていきます。こう上にちゃんとなるように間違いなくつけてください。この、隅から開いて、この紐のところがサイドに来るように印になってるので、ちょっと難しいんですけど、このように溝の中にこの目打ちを使って入れていきます。この立ち上がりのところが真ん中に来るように、一応印になるので、はい、こんな感じで入れていきます。反対側も同じように目打ちで入れてください。である程度こう入ったら、こっちの反対側もちゃんと入ってるようにこう見て入れてください。で、だいたい入ったらこの糸印は取って、はい、差し込んだら最後にこの紐を入れてきます。ハサミでカットするんですけど、だいたいこの中に収まるぐらいの長さで私はカットしちゃいます。はい、そしたらまた目打ちを使ってこんな感じで中に差し込んでいきます。はい、ちょっと指を刺さないように気をつけて入れてください。で同じように反対側もこのように差し込んでいってください。はい、そしたら最後にここの四隅をペンチで押さえます。このようにボンドがついて残っていますが、こう爪でこう書くと取れますので、気にならないようにちょっと汚れてても大丈夫です。では、ここに当て布をしてからこのようにギュッと押さえて、この、編み地が取れてこないようにここで固定します。出来上がりました。
では、完全に乾くまでこのままで、しばらく置いておきます。